第二次世界大戦の情勢が連合軍有利に傾いていた頃、エジプトのカイロでアメリカのルーズベルト、イギリスのチャーチル、そして中国の蒋介石が会談を行い、アジアにおける日本の戦後処理について話し合いました。カイロ会談です。この会談では日本が無条件降伏するまで戦い続ける方針が確認され、カイロ宣言が発表されます。その宣言の中では、朝鮮を独立させることや広東州、満州、台湾の中国への返還が示されており、連合国は日本に対する厳しい姿勢を鮮明にしたのです。カイロ会談が終わると、今度はアメリカ、イギリス、ソ連の首脳がイランの首都テヘランに集まって会談を行いました。テヘラン会談です。ここではドイツに対する戦略や戦後の協力関係について話し合われ、連合国の連携がさらに強まりました。その中でスターリンはルーズベルトとチャーチルに対して、ドイツを徹底的に倒したい、早くフランスに第二戦線を開いてくれと強く要求します。この頃のヨーロッパではソ連が東部戦線でドイツを引き受けていたため負担が大きく、その負担を軽くするためにも西側からドイツを攻撃してほしいと要求したのです。イギリスとしてはドイツが十分に弱体化してから参戦したいと考えていましたが、ソ連を同盟国としてつなぎ止めておくためには要求を無視するわけにはいきません。フランスへの上陸作戦は避けられないものでした。こうしてアメリカとイギリスはソ連に対して第二戦線を開くことを約束し、フランスへの上陸を目指していくのです。ということで連合軍は第二戦線の形成に向けて計画を立てていきます。その計画はまず空挺部隊がフランスに降下するとともに、海でも上陸作戦を実施、海岸線を確保した後にイギリス軍がドイツ軍を引き寄せて、アメリカ軍がその隙に占領地を拡大していくという計画でした。そうなると次に大きな問題となってくるのが、上陸地点をどこにするかという話です。この計画は多くの船を集結させる大規模な上陸作戦になるため、兵力が上陸するのに十分な広さと障害物が少ない砂浜が求められました。そこで候補地としてカレー、ノルマンディー、ブルターニュ半島の3つが浮上します。まず最初のカレーは海峡の距離が短く、上陸した場合ドイツ国境に最も近いため、上陸作戦における好条件が揃っていました。しかしドイツ側もその重要性を理解しており、すでにカレーは強固な要塞化が進んでいます。そのためカレーに上陸する案は放棄され、次にブルターニュが検討されます。しかしブルターニュは暴風が突然発生する可能性が高く、上陸が難しいことに加え、ドイツまでの距離も遠すぎるという問題がありました。こうした経緯を経て最終的にノルマンディーが上陸地点として採用され、東側のソード、ジュノー、ゴールドと名付けられた海岸をイギリス軍が、西側のオマハ、ユタと名付けられた海岸をアメリカ軍が担当することが決定されたのです。その後連合国遠征軍の最高司令官にはアイゼンハワーが任命され、地上部隊の最高司令官にはモントゴメリーが就任しました。この体制の下、上陸作戦の綿密な計画と準備が進められていきます。すでに大西洋ではドイツの潜水艦による脅威はかなり抑制されていたため、物資輸送の安全性が高まっており、膨大な量の兵員と軍需品がアメリカからイギリスへ輸送されていったのです。さらに連合軍はドイツ軍に嘘の情報を流して翻弄していきます。上陸地点はカレーとノルマンディーのどちらかであるという情報をわざと流し、ドイツ軍にこの2つの地点を警戒させた上で、ノルマンディー上陸作戦は陽動で、本命の上陸地点はカレーであるという偽情報を流したのです。これらの情報を信じたドイツ軍はノルマンディーよりもカレーに防備を集中させることになっていきます。そんなドイツ軍は連合軍の上陸は5月半ばに行われると予想していました。そのため大西洋の壁と呼ばれる防衛線を築き、上陸を阻止する準備を進めていたのです。ところがドイツ軍の中で意見が2つに分かれます。ルントシュテット元帥は上陸地点はカレー地域だと考えており、連合軍が一度上陸した後、内陸に引き込んでから機動力で撃滅すべきだと主張していました。一方ロンメルは上陸地点はノルマンディーだと考えており、上陸を水際で阻止すべきだと主張します。両者の意見が対立したため、最終的にはその間を取った案が採用されました。つまり
歩兵部隊が水際で抵抗し、装甲部隊は後方で待機するという形です。こうしてどちらの状況にも対応できるような布陣が敷かれ、ロンメルは水際で連合軍を迎撃する任務を与えられましたが、5月半ばを過ぎても連合軍の動きはなく、とうとう6月を迎えます。6月初めのドーバー海峡は悪天候や高波が続くことが予想されたため、ドイツ軍はしばらく上陸はないだろうと判断しました。ロンメルもヒトラーからドイツ本国に呼び戻されたし、多くの主要な指揮官も現地を離れていったのです。しかし連合軍の決行予定日はそんな6月初めでした。一度はあまりの天気の悪さに作戦は延期されることになったものの、この日を逃せばいつになるかわからないと考えた連合軍はノルマンディ上陸作戦を決行します。イギリスの BBC 放送はフランスのレジスタンス組織に向けて上陸作戦開始を意味する暗号放送を朗読。この暗号を待ち構えていたレジスタンスは一斉に電話線の切断などドイツ軍の妨害活動に入っていきます。アイゼンハワーの指揮のもと、アメリカとイギリスを主力とする連合軍はフランスのノルマンディーに向けて出港しました。日付が変わるとすぐにイギリス軍とアメリカ軍の空挺部隊がパラシュートで降下し、続々と上陸地点の後方に兵力を投入していきました。しかし落下傘部隊の着陸範囲がばらけてしまい、部隊の再編に時間がかかる事態となります。連合軍の作戦も全てがうまくいっていたわけではなかったのです。その夜、ノルマンディー沖は大小5000隻以上の船で埋め尽くされ、明け方には沖合の戦艦や巡洋艦から一斉に砲撃が開始されました。連合軍の船と航空機がノルマンディー海岸に殺到し、ついに上陸作戦が実施されます。東の海岸にはイギリス、カナダ軍が、そして西の海岸にはアメリカ軍が上陸。全体として上陸作戦は順調に進み、ほとんどの海岸では激しい抵抗はありませんでしたが、例外だったのがオマハビーチでした。ここの上陸部隊は強力なドイツ守備隊と正面からぶつかる形となったのです。そのため極めて激しい戦闘が展開され、一時はオマハの放棄が検討されるほどでしたが、最終的になんとか上陸に成功。連合軍は第二戦線確立の足がかりを作ります。当時のヒトラーは夜更けまで話し続け、明け方に就寝し、昼近くに起きるのが習慣となっていました。そのためヒトラーを起こして機嫌を損ねることを恐れた参謀たちは、連合軍上陸の報告をすぐに彼に知らせることができませんでした。そのような理由で後方に控えていたドイツ装甲部隊の出撃は遅れ、午後になってようやく動き出すという事態になったのです。しかも軍勢を動かそうとしたところで、すでに連合軍が鉄道を破壊しており、迅速な対応はできないし、この後に及んでもヒトラーはノルマンディー上陸はあくまで陽動作戦だ、本格的な上陸はカレー付近で行われると信じ込んでいたのです。このようなドイツ側の対応もあり、連合軍は作戦を順調に進めていきます。次々と上陸部隊を送り込み、それに必要な物資も続々と上陸させていきました。しかしそのような好条件の中でも、悪天候や現地にいたドイツ軍の激しい抵抗により、上陸後の連合軍は苦戦しており、進軍のスピードは予定よりも遅くなっていました。ということで連合軍は新しい作戦を実施。爆撃部隊を投入して抵抗を続けるドイツ軍を攻撃していきます。こうして圧倒的な物量によりドイツ軍の戦線に穴が開くと、それ以降連合軍は占領地域を拡大して東へと進んでいきました。こうしてついにヨーロッパ北西部に待望の第二戦線が築かれます。これによってドイツは東からのソ連軍と西からのアメリカ、イギリス軍に挟み撃ちをされる状況に追い込まれ、ドイツの敗北は決定的なものとなったのです。